こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。突然ですが、ギタリストの皆さんはどういったギターのケーブルを使用されていますでしょうか？ギターのケーブルはシールドなどと呼ばれたりしますが、種類によって音がだいぶ変わるというのは皆さんご存知でしょうか？というわけで本日はこちらのギター用ケーブル、親出電機さんよりエクスタシーケーブルという新しいケーブルをご提供いただきましたので、どういった特性があるのか、自分の持っているケーブル何本かと比較して検証してみたいと思います。はい、それでは今回は全部で5種類のケーブルを試してみたいと思います。まずはこちらのご提供いただきました親出電機エクスタシーケーブル、全体的にグレーのカラーリングになっておりまして、質感としては一般的なケーブルよりも一回り太い感じですので、割としっかりした作りになっていると思います。なかなか高級感ある作りになってますね。そしてもう一つは、こちらも数年前ご提供いただきましたケーブルですが、オーバルトーンのダークホースというケーブルになります。でこちらの特徴としては、全体的に小回りが利く感じがします。ジャックの部分も若干小ぶりですし、ケーブル自体もちょっと細めでかなりしなやかな質感になっています。こちらもレコーディングで非常に気に入って使っています。はい、続きましては、モンスターケーブルです。20年近く前から使用しているものですが、確かラインナップとしてはロックというモデルだったような気がします。質感としてはちょっと一回り太めのしっかりとした硬さのある質感になっています。で続きましては、だいぶ昔からライブなどで使っているケーブルなのですが、プロビデンスというメーカーのケーブルになります。こちらも20年近く前買ったケーブルですので、現行のものとは素材とかもだいぶ変わっている可能性があります。でプロビデンスの中でもどのラインナップのものだったかっていうのもちょっと記憶が定かではないのですが、あくまでご参考程度に比べてみたいと思います。で質感としてはかなり一般的なケーブルの太さ、硬さという印象ですね。そして最後はいわゆる一般的なギター用のケーブルといえるカナレというメーカーですね。で今までご紹介した4つは価格帯的にだいたい同じぐらいなのですが、カナレはだいぶリーズナブルな価格設定になっています。ただ業務用のスタジオとかプロフェッショナルな現場でもよく見ますし、リーズナブルな価格帯のケーブルとしては非常に信頼度が高いケーブルなんじゃないかなと思っています。で質感はこれぞ一般的という感じですね。でこれもかなり昔のケーブルなので、そういった20年前のケーブルが新品のケーブルと比較してどういったサウンドになっているのかなっていうのも比べていただけたらと思います。そして今回使用したかなりのケーブルはかなり短いケーブルになっています。基本的にケーブルは長くすれば長くするほど音はへたりやすいのですが、5メートルある高級ケーブルと1メートル程度のかなりのケーブルとどういった違いがあるのかなっていうのも参考にしていただけたらと思います。はい、いかがでしたでしょうか。それぞれの音源は緑色の背景のものが親出、青いのがオーバルトーン、赤いのがモンスター、紫色がプロビデンスで、
黄色がカナレとなっております。で YouTube で聞くと音声がある程度圧縮されてしまうので、余計分かりづらかったかなと思いますが、ビビたるさといえばビビたるさですね。今回の録音方法としましては、オーディオインターフェース RME の UCX にギターからそれぞれのケーブルを使って直結して DI の音を取ってアンプシミュレーターのアンプリチューブを全く同じ設定でかけて鳴らしています。で真空管のアンプとかに直に挿して大きい音を出して弾き比べると違いはより顕著になるかなと思います。でそれぞれのケーブルの個人的な所感としましては、親指ケーブル、エクスタシーケーブルは意外とローのあたりはすっきりしているかなという印象がありました。ただこれはローがスカスカとかそういう意味ではなくてですね、ローが多すぎるとズンズン鳴らす分には気持ちいいかもしれないですが、リフとかの輪郭がにじみやすいことがあります。例えば右手でミュートしてズンズン刻むようなセクションですと、まずエクスタシーケーブルだとこんな感じですね。ザクザク輪郭が出てます。オーバルトーンですとこちらの方が若干ローに関しては多いのかなと思います。続きましてモンスターケーブル。かなりローに関してはふくよかな印象ですね。そしてプロビデンス。こちらもローはだいぶ多めに出ているような感じもしますね。そしてカナレ。こちらはだいたいそれらの中間という感じですね。もう一回エクスタシーケーブル聞いてみましょう。ローがあっさりしている分、こういった刻みがブンブン暴れなくてまとまりがある感じがしますので、ミックスとかは非常にしやすいんじゃないかなと思いました。続いて、コードの分離というのを中間のセクションに聞いてみましょう。でオーバルトーン。でモンスター。若干モンスター暗い感じの印象がありますね。続いてプロビデンス。はい、こちらもさらに暗さは増したかなと思います。これらが古いケーブルだからこういうハイがちょっと控えめに聞こえるのかどうかっていうのはちょっとわからないのですが、続いてカナレを聞いてみましょう。はい、という感じになっています。もう一度エクスタシーケーブル聞いてみます。非常にコードも分離がいいですね。続きましては、ハイの方をちょっと注目して聞いてみましょう。冒頭のザクザク刻むフレーズで、ケーブルによってこうガリガリと噛みつくようなサウンドがあるものもありますし、そのあたりの帯域は控えめでまとまり重視のケーブルもあると思います。まずはエクスタシーケーブル聞いてみます。はい、続いてオーバルトーン。はい、次はモンスターケーブルです。はい、やはりモンスターケーブルミッドローの方にピークがあるような感じがしますね。続いてプロビデンスです。はい、こちらもミッドロー強めですが、モンスターケーブルよりかは若干上目の帯域かなと思いました。次はカナレです。もう一度エクスタシーケーブルです。カナレの方が若干噛みつき感が加わって、おそらく歪み感が加わるのと、エクスタシーケーブルの方がスムーズな歪みをしているかなと思いました。
はい、というような感じで、安いケーブルが悪いとか、古いケーブルが悪いとかっていうふうには一概には言えない結果なのかなと思いました。そしてサウンドももちろんですが、ケーブル自体の質感も非常にユーザビリティとしては重要ですので、ライブとかで耐久性を重視する人もいれば、レコーディングメインでやる人で、取り回ししなやかなケーブルの方を重視したい人もいると思いますので、皆様に合ったケーブルを見つけていただけたらと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こういった動画で音を聞くとある程度データが圧縮されていたりするので、あまり違いがないように感じるかもしれませんが、これが真空管アンプとかに直接接続されて大きな音を出すとちょっとの違いがすごい大きい違いにつながったりもすると思います。客観的に聞くより自分でギターをプレイしながら音を聞いた方が違いがわかるかなと思いますので、皆さんぜひ機会がありましたら試してみてください。はい、それではこの動画がいいなと思っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。